はい、どうもこんばんは。明日へ向かって何でも作るアスナ CAD ファクトリーです。ということで、本チャンネルでは 3D CAD、3D プリンター、VR、音声など、そういったですね、情報を発信しています。で、最近はですね、オープンソース系の 3D CAD、フリー CAD の情報をまとめて配信しています。はい、ということで、今回はですね、フリー CAD で、3D CAD なんですけど、ビームワークベンチを使ってみようっていう話になります。はい。で、その中のですね、一番初めの設定、ビームワークベンチの設定についてやっていきます。内容は建物の情報入力と基軸及び回数の設定をですね、していきます。はい。で、ビームは何ぞやっていう話をですね、しだすと長くなってしまいますので、その点はですね、ちょっと Google の方で調べてみてください。はい。ではですね、早速フリーCADの方を立ち上げていきます。はい。で、立ち上げていくんですが、こちらですね、今このフリーCAD開発バージョンを使ってまして、この開発バージョンでないとビームワークベンチが正しく機能しないです。ということで、まずは開発バージョンのインストールから紹介していきます。はい。Google の方でフリーCADと入力していただいて、フリーCADの公式ホームページの方に飛んでください。こういった画面が出てくるかと思います。はい。で、万が一ですね、ここ、英語やドイツ語とかなんか多言語になっている場合は、右上の国旗マークを選択していただいて、日本の国旗を選択してください。日本語に変わります。はい。で、ダウンロードですね、する場合は、ここの今すぐダウンロードボタン選択していただいて、ここではなくて、下の方の開発バージョン、フリーCADリリースページを選択しましょう。はい。そうしますと、概要が書かれてまして、下の方に行くと、インストールリンク、ダウンロードリンクが、リストになってます。上の方から Linux、Mac、Windows とありまして、残念ながら Windows の32ビット版は用意されてないんですが、それぞれのリンクをですね、クリックしてインストールしてみてください。で、ここで1点注意なんですが、拡張子がですね、TXT とか DMG とか ZS、YNC、7ZTXT とかなんかいろいろあるんですね。圧縮形式がいろいろあるんで、適当なやつをクリックしてインストールしてみてください。はい。インストールが完了したとして起動するとですね、こういった画面が出てきます。まずはですね、左上のファイルから新規をしまして、新しい作業を開始してください。で、早速、ビームワークベンチを使っていくんですけど、ここにあります。プルダウンメニューの3つ目、ビーム2つですね。残念ながらデフォルトでインストールできないんですね。追加でインストールする必要があります。またかよってなるんですけど、それもですね、紹介していきます。ファイルメニューのツールからですね、アドオンマネージャー起動していただいて、ここのですね、なんかいっぱい英語があるんですけど、上の方です。Beam というのを選択しましょう。そうしますと、Beam のプログラムをフリーCADに搭載させることができます。右の方にですね、概要が書かれてまして、英語になるんですけど、ちょっと解読してみてください。リンクに飛ぶと詳しい情報が載っています。インストールする際は、選択をインストール、更新するボタンを選択してください。約10秒でインストール終わりまして、フリーCADが強制再起動に入ります。で、再起動しますと、ここのプルダウンメニューですね、Beam っていうのが出てきて、Beam ワークベンチを使えるようになります。はい、というわけで、前振り長くなっちゃいましたけど、ここからですね、Beam ワークベンチの設定を紹介していきたいと思います。で、設定って何の設定なのかなっていう話なんですが、建物の情報入力と基軸及び回数の設定ということで、例えば建物の情報入力ですと、何ですか、建物を建てようって注文した人の名前とか住所とか、あと、経度緯度とか、電話番号とか、そういったものになりますね。ハウスメーカーさんとかも、家を提案するとき、誰々さん、宅とか、ね、なんか情報をいろいろまとめてますね、そういったことですね。で、基軸っていうのは何かというと、この黒い点線になりますね。建物のアウトラインです。通りとか行ったりしますけど、はい。で、あと回数ですね。1回、2回、3回と、設定していく。海外の場合は、1回が0回、グランド0で、日本の2回が1回になって、いろいろフリーCADもその辺、ぐちゃぐちゃなんですけど、回数を設定していくということになります。はい。ではですね、まずそれを設定していきます。
プルダウンメニューからですね、ビームを選択していただいて、ビームワークベンチを開きます。そうしましたら、ファイルメニューのこのマネージってやつを選択しまして、まずビームセットアップを選択します。そうしますと、こういった、プロパティ出てくるんですね。で、ここでは何を設定するかというと、まず単位設定しましょう。推奨作業単位。何でもいいです。自分が使いやすいものにしてください。ただ、ミリメートルにすると実寸を書くときはちょっと辛いですよね。で、メートルにしちゃうとちょっと大きすぎるという感じがしますんで、間取ってセンチメートルがいいかなと思います。で、小数転移かけた数は4だと多いですね。最近は細かいものを作ってたんで4にしてたんですけど、建築物なんで1でもいいかなと思います。はい。で、次大事ですね。グリッドの格子のデフォルトサイズ。デフォルトですと 1mm ですが、建築物、実寸で作るということなので、10センチでいいかなと思います。あと、グリッド線の間隔、10スクエアじゃちょっと小さいですね。どういうことかというと、10センチの四角がですね、10個ですよと。となると1メートル分しかありませんので、100ぐらいあった方がいいですかね。建築物作るんで。はい。マックス。何スクエアかな ?100 まであるかな今80、99までですね。はい。はい。次の設定は、テキストすみません、噛みました。テキストサイズの設定とか、テキストのフォントの設定とか、この辺は特に気にしなくてもいいですかね。こだわりたい方はちょっと設定してみてください。次行きます。で、OK をします。はい。で、次はですね、冒頭で紹介した建物の情報入力の設定になります。もう一回ですね、マネージ選択していただいて、マネージプロジェクト、二つ目ですね、ここを選択します。そうしますと、セットアップの画面が出てきます。ここでいろいろ入力していきます。まずですね、このドキュメントの新規作成にチェックしていただいて、プロジェクト名を選択しましょうかね。とりあえずマイハウスでいいですかね。マイハウス。はい。で、次ですね、そのマイハウスを建てる注文者の方の名前を入力していきますかね。KKK でとりあえず。はい。で、アドレスというのはE メールアドレスではなくて住所になりますね。はい。で、経度、緯度、ありますと。Google の方で調べると出てきますね。変角、これはいいでしょう。標高、エレベーションですね。標高、何メートルか、海抜何メーターのところに家を建てるか。はい。ですね。はい。で、建物の名前と、何でもいいですけど、なんとか病院とか、なんとかマンションとか、誰々さん邸とか、はい。何でもいいですね。はい。で、主な用途、いろいろ選ぶことができます。今回ハウスということなんで、ハウスを選択しましょう。はい、出ました。はい。で、ここからが大事になっていきますね。以上で建物の情報の入力終わりまして、ここからですね、建物のそのアウトラインの設定及び回数の設定になっていきます。まず建物の全体の長さということで、じゃあここ30メートルにしますかね。かなりでかい家ですね。で、建物の全体幅、ここじゃあ20メートル。これも結構でかい家になりますね。で、V 軸の数、バーチカルかな、多分。上方向の、その、軸を何分割しますか、何個作りますかってことですね。じゃあ3つで。で、その間隔はどうしますかと。10メートルでいいですかね、じゃあ。はい。で、今度、H 軸の数、つまりホリゾンタル、水平軸の数ですね。どうしますかと。じゃあ2個で、間隔はじゃあ5メートルにしますかね。適当にちょっとやってみてください。はい。で、次、レベル回数の話ですね。じゃあ3階にしますかね。はい。3階建てで、1層あたりの高さまでは5メーターで設定します。はい。で、次ですね、ここチェック入れてみましょう。水平を縦軸に固定。原点周りにモデルができます。で、次、Define a Working Plan for each Level ということで、回数ごとにですね、プランを分けますかどうしますかチェック入れといた方が無難でしょう。ということで、ここまでできたら、このデータをですね、一旦セーブしたい方は、この上のセーブボタンでセーブしてください。
セーブすればですね、途中からロードすることもできます。はい。で、これで良ければ OK ボタンを押していただいて、待ちましょう。そうしますと、フリーキャド上にですね、設定した基軸が出てきます。はい。こんな感じですね。で、ここまでできましたでしょうか。ちょっとですね、実際に建物を作っていきますね。はい。まず建物を作るにあたって何かその基準を決めた方がいいので、基準を決めた方がいいというか、その基準のラインがですね、細かくあった方がデザインしやすいので、ここのボタンを押しましょう。これですね。網のマーク。そうすると、網が出てこない。座標が出てこないですね。ちょっとなんかエラーかな。もう一回起動すれば治ると思うんですけど。ここの座標のマークを押したり閉じたりすると、座標が出てくるはずなんですが、ちょっと出てこないですね。どうしたんだろう。ちょっとエラーですかね。こういったエラーの時は一回再起動していただくと、治るかなと思います。ではですね、実際作っていきます。まず壁作りましょう。適当な線をクリックしていただいて、壁のアイコンですね、こちら。これを選択すると、はい、じゃん、すぐ壁できます。こんな感じです。ちなみにこの壁ですね、高さを調整することもできます。壁を選択して、プロパティを出すと、ここですね、ウォールということで、高さを設定できます。下の方ですね、高さ、はい。今3メートルになってるんで、じゃあ5メートルで。はい、伸びました。こんな感じで、建物の方ですね、実際にデザインすることができます。で、ここでちょっと迷うことがあると思うんですけど、例えば、家の形をですね、くの字型にしたいとか、この字型にしたいとか、あとは円形にしたいとか、そういったことになると、このマネージプロジェクトでは設定できなくなってしまうので、一本一本線を描いてですね、デザインする必要があるかなという感じですね。フリーキャドまだそこまで発展してないです。長方形か正方形か、どちらかに限定されていますね。はい。ということで、今回はフリーキャドにビームワークベンチを突っ込んで、建物の設定をしてみました。フリーキャドですね、なかなか情報が少ないので、いろんな情報を発信してるんですけど、何かわからない操作及び作成してほしいもの等ございましたら、YouTube コメントの方までよろしくお願いします。ではまた。